はい、こんにちは、やっさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、両当事者は略式裁判のための、異議申立書及び、添付の証拠書類、の公開、ヒンマン資料を含む、修正なしのバージョンの提出を2023年6月13日まで1週間延長する共同声明を発表しましたということで、またですね、弁護人兼、元連邦警察官のジェームズ・フィランさんがですね、また追ってですね、情報の方、共有の方をしてくださいました。前回ですね、6月6日までだろうということだったんですけども、1週間ね、延長する、共同声明の方発表されましたので、こちらのスレッドがですね、かなりね、物議を醸し出しております。それについてですね、情報の方を共有していければなと思います。で、これに対してですね、まずですね、アシュレイ・プロスパシ、XRP コミュニティの方ですね、略式判決の動議の修正されていない公開版の提出時間を延長するこの動きは、SEC がトーレス判事が下した特定の情報の非開示の決定を上訴する可能性を低くしていると。そうでなければ、まず、控訴を行い、負けた場合は、あと依頼するのではないでしょうかと。で今回ね、延長というポジションを取りましたので、まずね、このトーレス裁判官がヒンマン氏の電子メールを公開しなさいという命令したものに対して、それ不服があればですね、上訴をして、延長ではなくてすぐに上訴するだろうと。ではなくて、今回上訴ではなくて延長したということですので、今後ですね、これは上訴しないで、延長してね、協議されて、実際にね、一般公開されるではないかということですね、共有のされてます。で、これに対してですね、また、弁護人兼 YouTuber のジェレミー・ホーガンさんですね、コメントされてます。SEC とリップル社は共同で一般公開の提出を1週間延長する要請しました。これにはヒンマンのメールも含まれており、日付は6月13日に延期されました。もしこれが何を意味するのか、創設が欲しいなら、あなたはいい場所に来ていますとコメント欄に書き込んでくださいということで、今回このね、スレッドを立てたジェレミー・ホーガンさんのツイートに対してですね、いろいろご意見、ご要望をね、受け付けておりますということで、早速ですね、一般の方からコメントされてまして、では、メールが公開された時、ヒンマンのね、1ページに2、3個の文章や単語が公開されるのでしょうかと。それともそれはそもそもかなり大きく編集されてしまっているものなのでしょうかということで、これに関してですね、いいえと、裁判官が以前に編集を許可した限られたものだけが編集されているのですと。そしてこの裁判官はかなり慎重であったと。もうほとんど見れるようになるではないかということでですね、共有のをしてくださってます。で、これがですね、前回、ヒンマンメールのね、黒塗りされた、編集されたものを公開したものになるんですけども、結構ね、重要だと思うものがね、全部黒塗りされてるので、すでにこれで読んでもね、あんまり意味が取れないような文章だったのかな、確かな。ですので、今回またね、黒塗りされているものが多いので、これがね、ほとんどもう見るようになった黒塗りが外されている状態で公開されるのではないかということですね、共有のをされてます。で、なぜ、共同で延長を要求するのか、その法的理由を教えてくださいという質問ですね。これに対しても答えられてまして、おそらく SEC が延長を要請したのは何千ページもの資料を調べなければならないので、もっと時間が必要だと考えたのでしょうと。あるいは何か他の理由があるのでしょうと。で、またですね、もし、ヒンマン文書の公開が情報公開法を通じて避けられないのであれば、なぜ和解の過程でそれについて議論するのか、もし和解のための話し合いがリップル社の納得する理由でないなら、なぜ SEC のさらなる遅延戦術に異議を唱えるのかと、唱えないのかとはいえ、たった1週間ですけどね、ということで、だからそもそもね、もう情報公開法で、ヒンマン電子メールを公開、しなさいと言われててね、それはもう避けられない事実なのに、なんでわざわざね、1週間伸ばして、そもそもね、本当にそんな1週間もかかるのかと資料を読み切るだけなのにね、っていうところがまず一つと、それが S1 ですね。で、リップル社に関しては、今回ね、その和解のための話し合いがリップル社が納得してないのであれば、なんで今回 S1 が1週間延期させてくださいって言ったものをね、時間を大事にしてるのに、それを阻止しないで、今回共同声明みたいな形で両方ね、延長を申請するといった形になっているのかということですね。これ結構皆さんね、同じくね、意見を持っている方多数いるようです。
で、これに関してですね、弁護士、デジタル資産愛好家のビルさんですね、情報公開法の公開には閲覧に関するいくつかの様々なルールがあるので、可能性は高いかもしれませんが、避けられないわけではありませんと。で、ちょっと法的なところはね、僕もちょっと詳しくないんですけども、避けることもできるように、だから上訴なんですかね。では避けられないわけではないと、そもそもね。しかし、全体としてあなたの指摘は正しいと思いますと。SEC にとって和解する動機づけがあるわけではなさそうですね、ということで、だからどうやら、SEC は和解をね、あまりよく思っていないのではないかということでね、コメントのされてます。そしてですね、暗号通貨の法律顧問のサービスのホドルローっていうところを運営しているフレッド・リスポルチですね、もコメントのされてます。これは私にとっては奇妙なことですと。当事者はこの再編集について初回にすでに詳細な話し合いを行っていますと。書かれている以上のことはないはずだが、ただ奇妙だと。これは何かが変わって舞台裏で駆け引きが行われているような気がするということで、これね、皆さんも多分、思っている方もいるかと思いますが、前回のね、そのシール、封印されるときに編集された黒塗りの状態で提出するときに、もう散々ね、お互い話し合ってるんですよ。申し立てね、編集したものを提出するとか、その申し立てに対する反論とか、で、申し立てに対する反論に対する申し立てに対するまた反論ということで何回もやり取りしてたんですよね。で、それだけ、もうね、圧縮して、話し合ったはずなのに、ここに来てまた1週間延長っていうのは何なんでしょうっていうね、何を検討するのではないかっていう意見ですね。で、おなじみ、ジョン・ディートンさんですね。集団損傷弁護士のジョン・ディートンさんもこれについてですね、この遅延は和解の話し合いのためなのかというコメントが多いですねと。もしヒンマン氏の電子メールが和解につながるのであれば、リップル社に引き渡す前だったはずですと。だから黒塗りで提出するっていう以前の前にもう和解をしたいのであれば、もう全部ね、封印した状態に一般公開しない間にもうリップル社に手渡してもう和解に進んでいくといった流れだったはずですと。で、私の考えでは、SEC はヒンマンメールが最終的には公開されることも受け入れていると思っておりますと。で、SEC は彼女の裁定を満たすために慎重に再編成しなければならない文章が非常に多いという事実に基づいて1週間の延長を求める共同申請を行ったところですと。SEC がその後、上訴やマンダムス令状を提出することはないだろうと本気で思っていると。文書はもうすぐですということで、だからこれ以上はね、上訴されないで、このままね、順調に、一般公開に進んでいくんではないかと。で、また質問ですね。トーレス判事が最後の決定権を持つのであれば、リップル社と SEC が発表したことはデタラメですと。個人情報を再編集するだけで最大1週間かかるのはアシスタント業務の人数の分の仕事ですと。なんてこったと。AI でもできるかもしれないと。ではなぜ嘘をついているのでしょうかと。他にどんな理由で1週間の延長が必要なのでしょうかということですね。で、これに対してですね、当事者は何を編集するかについて、まずね、口を挟むことはできないと。で、専門家の名前、投資家の名前、ブラッドとクリスの個人情報、ODL 番号、契約書、あとは第三者情報とかですね、などは公開されて、残りは、契約書などは非公開にされて、残りは公開されると。で、彼らはそれを行うために1週間の延長が必要なのでしょうか、という質問ですが、いいえと。SEC はおそらくそれを要求して、リップルは裁判官が許可するため、それに逆らわないことを選択したのでしょうと。だから共同声明っていうよりは、SEC は大量のね、資料を読まなきゃいけないから1週間延長させてくださいって言ったんですけども、リップル自体は1週間延長したいんではなくて、本当はね、そのまま進めていきたいんですけども、おそらく裁判所がそのね、申請を許可することを先越してね、見越して、それね、手数を踏まないように、逆らわないことを選択したのかっていうところになるんですかね。といった形で、コメントをされてます。で、あと、フレアコミュニティですね。海外の大型プロジェクト、僕の方でもね、動画の方で扱っている、フレアネットワークスのコミュニティであるフレアコミュニティですね。大規模な YouTube チャンネルも運営されているコミュニティになります。この方もですね、私たちは SEC がかなり長い間足を引っ張っていることを知っていますと。しかし、なぜリップルは延長に同意したのでしょうかと。彼らにとっては時間が重要のはずですと。これは SEC を暴露する悪名高い貧満メールを隠しながら XRP に明確さを与え、和解を確定させるための追加の1週間なのでしょうかということでですね、皆さんに投げかけているような問いかけで、コメントをされています。
ということで、結構ですね、これに関して、有名なね、弁護士の方とか、インフルエンサーの方とかも多数ですね、コメントされてまして、結構ですね、皆さん、やはりですね、略式につながる、ところですので、注目をしているのかと思います。今回ね、なぜ1週間また延長されたのかというところですが、もうね、これ以上は延長になるのかなっていったところですけども、一応それで、まだ略式判決の方も進んでおりませんので、大体6月13日頃には、ヒンマン電子メールね、リップル社がですね、に対する重要な証拠がね、隠されているとされている、そのヒンマン電子メールが、修正なしのバージョンがね、一般で見ることができるようになるかと思います。出ましたら、僕の方でまたね、意見含めてですね、内容の方もまた共有の方をしていきたいと思います。それを見てですね、略式がまた判決されるのか、もしくはもうすでに判断は決まってて、その、ヒンマン電子メール前に、略式がね、出るのかっていうのはちょっとわからないんですけども、またそちらもですね、追ってですね、情報の共有していきたいと思います。はい、で僕の方はですね、リップル関連、SEC 関連、フレアネットワークス関連、ソルジェニック関連、コアリウム関連、イノシス関連ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけですね、動画を毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらね、また別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画の概要欄、コメント欄の方に僕の公式 LINE のですね、リンクの方を載せておりますので、何か気になること等ですね、ございましたら、そちらの方にご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方をさせていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。